皆さんこんにちは。あやこキッチンにようこそ。本日は市販のルーを使わずにポーランドのその辺のスーパーマーケットで買える食材だけを使って日本のカレーライスの作り方を紹介します。はい、こちら豚のもも肉です。ポーランドでは細切れっていう薄切りのお肉がないので塊で買ってきます。これ 1.5 キロありますけどこんなに使わないです。まずお肉の不要な筋を取っていきますね。ちなみにカレーに使うお肉は何でもいいです。今日私はこれポーランド語ではシンカという豚のもも肉を使用してますけど、あとは豚肉で使うんだったら豚の肩甲骨周りの部位のウォパトカっていう部位、ハルコフカっていう肩肉はちょっと脂っぽいので豚だったらシンカかウォパトカがいいのかなって思います。鶏肉だったらもも肉ですね。あとは煮込み用で売ってる牛肉でもいいです。でも牛肉の場合は圧力鍋とかを使用していった方がいいと思います。ある程度お肉の筋とか血管切れたら豚肉切っていきます。豚肉をスライスしていく感じです。厚すぎない程度に豚をスライスしていきます。はい、お肉は全部で 400〜500g あれば大丈夫です。ちなみにお肉を冷凍してからスライスしても OK です。その場合はまずこの塊のお肉を適度な太さの柵の状態にします。そしてまずトレーなどに並べますね。これをそのまま冷凍します。こちらは冷凍して少しだけ常温に置いといたお肉です。この冷凍状態でスライスしていくと簡単に豚の薄切り肉ができます。こちらが本日カレーに使用していく野菜です。じゃがいもはこのぐらいの大きさに切ります。はい、そしてこちら人参、にんにくはみじん切り。はい、そしてこちらどちらも玉ねぎですけど、こちら 200g ほどはくし切り、300g はみじん切りにしてください。ではまずこのみじん切りの玉ねぎを炒めていきます。はい、フライパンがしっかり温まったら玉ねぎのみじん切りを炒めていきます。玉ねぎのみじん切りは飴色になるまで炒めていきます。そしてこの最初の段階でお塩小さじ1杯ぐらい入れます。こちらは分量外です。最初にお塩を振って炒めることによって玉ねぎから水分が出てより飴色玉ねぎが早く作ることができます。玉ねぎを焦げつかさないようにそこはしっかりかき混ぜながら炒めていってください。ステンレスの鍋とかで炒めてしまうと結構鍋底に玉ねぎがこびりつきやすいんですね。なので私はフライパンを使うことをお勧めします。このぐらい玉ねぎが炒まってきたらニンニクも入れます。はい、玉ねぎとニンニクがこのぐらいしっかり炒まりました。そしたら次こちらのお肉を入れていくんですけど、このお肉に最初少しだけお塩で揉み込んで下味をつけてあげます。そしたらこちらも加えていきます。油足りなければ足してください。お肉半分ぐらい炒まってきたらこちら玉ねぎ加えます。玉ねぎにも少し火が通ってきたら人参入れます。そしてじゃがいもも加えて OK です。こ
ちら全体が混ざり合わさったら、火は中火ぐらいにして、蓋をします。蓋をすることによって熱の回りが良くなって、じゃがいもと人参にも火が通りやすくなります。こちら2分に1回ぐらい鍋の蓋開けて、全体をかき混ぜます。そしてまた蓋します。油で炒めることによってじゃがいもが煮崩れしにくくなります。じゃがいもの表面がこのように少し透明色になってきたらお水を加えます。そしてこちらオールスパイスとローリエです。こちらも加えます。そしてまずこれらを煮込んでいきます。こちらが煮立ってくると表面にアクが浮いてくるのでアクを取ります。はい、こちら全体がこのように煮立ってきたら火をごく弱火にして蓋をします。そしてこちらをこのまま1時間弱火でゆっくり火を通します。はい、こちら煮始めてから1時間経ちました。じゃがいもの硬さを確認してください。すんなり竹串が通れば OK です。フライパンの具材をすべて大きな鍋に移していきます。次にカレーのルーを作っていきます。まずフライパンにバターを入れていきます。バターが完全に溶けたら小麦粉を加えていきます。はい、そしてすぐ混ぜます。そしたら中火ぐらいで小麦粉とバターを炒めていきます。これの状態をよく見ておいてください。こちらに火を入れていくと徐々にこれらが緩んできます。先ほどに比べてこれがドロッと流れるような硬さになってきました。そしたらこの中にカレー粉、これはココアパウダー、そしてこちらを全て合わせていきます。ココアパウダー入れるのって思った方ももしかしたらいるかもしれません。結構日本のカレーの隠し味にチョコレートを入れたりとかするんですね。チョコレートは結構カレーのコク出しとかに使用することがあります。もしココアパウダーを入れないで作ると日本の小学校の給食で出てきたような黄色いカレーになります。カレーパウダーとココアパウダーがこのようにしっかり混ざり合わさったら火を止めます。そしてこの中にこちらのスープを少量加えます。そしてこれらをしっかり混ぜ合わせてカレーのルーを伸ばしていきます。はい、このように全体合わさったらまた少し水分を足します。はい、これの繰り返しです。はい、このぐらいカレーペーストが緩んできたら、このカレーペーストを全部この鍋の中に加えていきます。カレーがすべて混ざったら、こちらケチャップ加えていきます。そしてこちらお塩、そして胡椒も入れます。はい、そしてカレーの辛さなんですけどね、この状態のカレーは全然辛くないです。お子さんでもお召し上がりいただける程度の辛さだと思います。日本のカレーには甘口、中辛、辛口、3段階の辛さがあります。これはその中の甘口です。もしこれに辛みを加える場合は、こちらのカイエンペッパーなどを加えて辛さの調整をしてください。これで日本のカレーの完成です。このお米は寿司ライスを使用しています。ご飯の炊き方は普通の鍋でご飯を炊く方法の動画でポーランド語で詳しく説明をしているので、そちらを参考にしてください。
カレーライスいただきます。ちなみにこれは日本風のきゅうりのお漬物です。本当だったらこのように福神漬けという何種類かの野菜の甘辛く味付けされた漬物をカレーの横に添えて、カレーとご飯と福神漬け一緒に食べます。それが日本のスタイルです。今回ちょっと福神漬けが作れなかったので、このきゅうりのお漬物で代用してますけど、これでも全然福神漬けの代用になるぐらい美味しいです。ちなみにこのきゅうりのお漬物の作り方、こちらのきゅうりのきゅうちゃん風お漬物の作り方の動画で紹介していますので、よかったら見てみてくださいね。あとこれ、ポーランドの人はおそらくご飯とじゃがいも一緒に食べるのって思った方もいると思うんですけど、日本のカレーには結構じゃがいもを入れることが多いです。なんかそこら辺に文化の違いをものすごく感じますね。私も旦那にご飯とじゃがいも一緒に食べるの変っていう風に言われた時にへーって思いました。日本人はお米といったら寿司ライスになります。この寿司ライスの粘り気があるご飯だからこそ、このちょっととろみのあるカレーのソースがよく絡んでマッチするんですよね。ちなみに今食べてるのは一晩寝かせたカレー。ちょっと作った日と撮影してる日が違うんですけど、私は一晩寝かせたカレーの方が全体の味がしっかり馴染んで、私は美味しいと思います。でもこれ好き好きなので、好きなタイミングで食べてください。動画をご視聴くださりどうもありがとうございます。幅広い世代でお召し上がりいただけるものだと思います。ぜひ試してみてください。この動画が良かったらいいねとチャンネル登録もお願いします。